はい、皆さんこんにちは。ステンシブルの土田です。今日はですね、ステンシブルのテキスト機能を使って、文字のステンシルを作ってみたいと思います。早速始めていきます。こちらのですね、テキストツール選んでもらいまして、A という文字でね、まずいきますか。A という文字と、あとはあという文字をできます。でこちらのテキストは色何色にしてもですね、結局印刷する時のインクの色になりますので、そんなに色は気にする必要はないんですが、もし他との兼ね合いでね、デザインするときはこの色使ってね、どういう仕上がりになるか見てもらえればと思います。今回は黒でですね、このパレットのここを押してもらうとその色になりますので、黒を選んでもらって、全体もう少し大きな文字にしていきたいと思います。はい、こんな感じでしょうか。で、ここまでできたらもう正反モード、こちらですね、正反モードに入ってもらって大丈夫です。で最大集約、同色のみ集約なしとあるんですが、今回は最大集約、なるだけ1枚のシートにするというものを選んでいきます。反構成をしてもらって、そうするとこうなりますね。で、こちらがドーナツ処理と言いまして、これを押すとですね、こうやってブリッジがかかります。ステンシルというのはですね、この、文字の部分が穴が開くわけですので、そうするとこういう真ん中に穴があるような文字の場合は、ここの版とここの版がつながってないわけですよね。そうするとポロッとこの真ん中だけ落ちてしまう。ここ周り穴なのでね、くり抜かれてしまって、同じ版として成立しないので、ここブリッジというものをこう渡してですね、つないであげる必要があるわけですね。でこのブリッジを渡す作業のことをステンシブルではドーナツ処理と呼んでいます。この正反のドーナツ処理を押してもらうと自動でこういうふうにね、ブリッジかかってくりますので、押して、で、この本数を選べます。これ1本だとこんな感じで、2本ぐらいが普通だと思います。もちろん3本4本と入れてもらってもいいんですが、一般的なのは2本かなと思いますので、今回は2本で進めていきたいと思います。では、まずこちらの A の方ですね。このままですね、もうブリッジ入ってますので、正反をしてもらえれば、ステンシルになるような、プリントができます。ですが、今回はちょっとこの字のですね、見た目を良くするための位置の編集をもやっていきたいと思いますので、ちょっとやっていきますね。まずこの島を選んでいただくと、このブリッジの関係性を見ることができます。このドーナツ処理のこの穴のことを島と呼ぶんですが、島をした時のこの島の関連する2つのブリッジに対して緑の線が出てきます。この丸い方、先端の丸い方を押してもらうと、こうやってね、ブリッジを動かすことができますので、これでこうして動かして、こうして動かしてみたいと思います。で、ちょっとですね、幅をですね、広げて 1.6 ぐらいにしていこうと思います。で、上の方を選んでもらって、そうするとこのハンドルが出てきますので、角を持ってもらうと、こういうふうに回転させることができます。で、あとはこちらの辺と同じところに、ここですね、この線がまっすぐになるように意識してもらって配置をしていきます。こちらもですね、こんな感じですかね。はい。そうすると、こういうふうにですね、ここにブリッジがかかって、このストロークに対してね、平行でブリッジがかかるので、見た目がいいというか、なんかステンシル文字よくご覧になると思うんですが、
そういうものは大体ここにね、ブリッジが入っていてかっこいいなと思いますので、今回はね、それに習った形でこの2箇所つけていこうと思います。で、上の方、こうご覧いただくと、ここですね、ちょっとまだブリッジが届いていない部分ありますので、もちろんこの下もですね、ここ欠けてますので、長さを変えていこうと思うんですが、このブリッジ選んでもらった後に対応するこの青い辺、オレンジの辺、このポインター、スライダーのポインターありますので、青い方を伸ばしたい場合は、この青い方を伸ばしてもらうと、はい、伸ばせると。こちらが島に対して内側、オレンジ色の方はこちらでこうやって伸ばすことができますので、これで、ちゃんとブリッジが渡せましたね。で、下の方も同じように、ちょっとだけこう足りないのかな。足りてるのかな、微妙なので、念のためね、伸ばしておこうと思います。はい、こちら選択して、オレンジの方を伸ばして、青の方を少しだけ伸ばしておきます。はい、これで A の方は完成になります。続いて A の方行ってみたいと思います。これ結構好き好きというか、皆さんの好みのところにブリッジをかけてもらっていいんですが、今回はこの縦のね、ストロークに、それぞれのブリッジを沿わせる形でね、持っていこうと思います。で、この島を選んだ時のこの緑のところ、ハンドルでこうやって移動できると言ったんですが、このブリッジを選んでしまった場合はですね、この真ん中の点をドラッグしていただくと、これでも同じように動かすことができますので、これで、ブリッジの位置を動かしていただいて、あとはこの角のハンドルでですね、こうやって角度を変えながら位置を動かせますので、これで微調整をしていただくという感じになります。こちらも選んでいただいて、こんな感じですかね。ちょっとざっくりとですね、進めていきたいと思います。で、こちらの方は、そんなに長さは問題ないと思いますが、上の方ですね、ここ、やはりこの部分足りてませんので、オレンジの方を少し足してあげて、内側ですね、足してあげて、はい。これで完成でいいかなと思います。はい。ではこちらも同じようにですね、こう動かして、こちらもですね、こう動かして、で、角のハンドルを回してもらって、調整していきます。で、こちらですね、島側、内側の方のブリッジ足りてないので、オレンジ方向伸ばしていただいて、あとはこちらもですね、ハンドルで回転、ストロークに平行にしてから、こちらは届いてますね。どちらも届いているようなので、このままでいいと思います。今回は、それほど、このストローク曲がってないんですが、ここ、ブリッジまっすぐで、ストロークが曲がっていると、ここだけね、どうしてもカクンとなって気になるなという方はですね、ここを選択した後に、このハンドル掴んでいただくと、こういうふうに曲げることもできますので、もしどうしても気になるなという方はですね、ここをストロークに沿った形でカーブをつけてあげるとより美しくなるかと思います。ちょっと微調整してあげますね。はい。で、下の方も同じように、あとはこちら側ですね、カーブをつけて、こちらもちょっとだけ内側に入れてあげましょうか。はい、そうすると、こんな感じでブリッジがかかってきました。はい。
で、そうするとですね、ブリッジ、かかりましたので、あとは正反を押していただく形になります。はい、今日は PDF でね、書き出してみようかと思います。こんな感じでですね、ステンシルできているかと思います。ちょっと拡大してみますね。はい、こんな感じですね。こうすると、島と外の版と同じ、ワンシートになりますので、ステンシルとしてこう使えるというわけですね。こういうふうにですね、こういうフォントをですね、最初からステンシル用のフォントなどもあるとは思うんですが、日本語となるとちょっと数がね、限られてきますし、ご自分のね、お気に入りのフォント使ってステンシルしたいという方はですね、ぜひ使っていただいて、こういうふうにステンシル用のね、加工をして使っていただければなと思います。では今後もですね、こういう感じのステンシブルの機能について動画を作っていこうと思いますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。